チェンバーボーン。アップデート7。汚水不足で爆薬が作れなくなって汚水を貯めるため水門などを作った我らがビーバー。逆にいらない場所の汚水の源は制御し緑地をゲット。植林を開始せよ。大量の丸太を溜め込むのだって植林地増やすどころか汚染で減っとるやないかーい。汚水の排水路から染み出た汚染でめっちゃ枯れてるじゃねえか。なんてこった。灌漑防壁をアンロックして汚染を食い止めるぞ。今更水路の掘り直しはしたくない。行けビーバー、汚染から森を守るのだ定時寸前にダッシュで働くビーバー。まあ無論即日終わることなく翌日も汚染対策。結構範囲が広いからそれなりに時間がかかりそうだ。汚染対策工事が終わる前に次の干ばつが来そう。完成した部分が一応緑に戻ったな。じわじわ汚染範囲が減ってます。そうだ植林場の清水弁の工事は、ってまだ終わってないか。汚染対策に手間取って植林が進んでねえ。植林場は上流の植林場と高さ合わせた方が管理楽かな？土砂の在庫は多少はあるが、さすがにそれはきついだろ。全部埋めるのは諦めて、水路の部分だけ埋めることにしました。水面が増えればそれだけ蒸発する、ハードの世界で水路増やしすぎは注意だ。こんな感じになりそうろー。これが埋まればそれなりの量の丸太の生産環境が整うな。汚染対策に夢中になってたら、いつの間にか汚水の放水が完成してたどう？アイアンピースの汚水の放水は干ばつ中でも放水される。水車使えば無限の動力も夢じゃないぜ。あ、お宝池が満水になって放水されてる。もったいないからこれもそのうち有効活用したいな。埋め立ての途中だけど森番の詰め所を先に建設。植林するのも時間かかるから先行してよろ。範囲が広いから一軒だと効率悪いか？後で追加で立てとくよ。枯れた部分の汚染が治らぬ。小や角の部分からも染み出てそうだ。ちょい様子見てダメそうならここも工事かな？時間かかったけど、泥風呂完成だー。愛らしいビーバーの入浴シーンが見れるぜ。動力が切れて仕事終わりに使えねえ。ダメじゃねえか。回し車勤務が帰宅すると止まる。糸かなし。重力バッテリーさんが息してない。昼間のうちにある程度エネルギーを備蓄してくれればいいんだが、単純に余剰のエネルギーがねえんだろうな。おっとトウモロコシの在庫がなくなってる。止めてた農場を再稼働っと。ビーバーの数は165匹。だいぶ安定してきたが食料と水は注意しないとな。汚染対策予定地の工事が終わったけど、汚染が収まらず結局ここも工事。水は角から漏れないが汚染のシミは角を通す模様。鉄の供給が安定してきて、やっと改良版繁殖ポットにリプレイスが完了。これでビーバーの数がまた増えそうだぜ。こんなところで干ばつ17日が到来。17日か、結構長くなってきたぜ。まあ貯水池にたっぷり水あるし楽勝だよ、多分。適当だな。泥風呂に入りたかったら気合でもっとキリキリ回せー。供給が100くらい足りてねえ。そこをビーバーの気合で補おうとすな。ごめんちゃい。仕方ないので適当な場所に回し車装置行く。若干通勤が遠いがないよりかはマシ。お次は発明家地区の再開発を始めるぞー。ここは近くて通勤も楽。作業に遅れこそあったものの、植林場に自動で注水するための清水弁が完成。下流をせき止めてた水門よ、今までありがとう。植林場の整地作業の進捗はこんな感じ。整地が進んでそれっぽい感じになってきたな。土砂の在庫がもうないけどここもちまちま進めてきましょ。踏ん張って奴隷棒を回せー。動力需要は満たせたがプラスはビビたるもの。泥風呂稼働の道は遠い。あら可愛い尻尾の模様。自画自賛。君には後でベリーをあげよう。こらエコひいきすな。そろそろ食料の在庫が減りそうな雰囲気なので食料増産計画、ここを緑地化するぞ。食料のバリエーションも増やしたいぜ。やったー、土壌汚染が改善されたぞー。いえ干ばつで汚水が枯れただけです。おお、干ばつ明けに改めてチェックだね。だな。再開発ののろしを上げろー。集いビーバーたちよ、新たな開発の始まりだぜ。トリマ管路部分まだ段差になってるのでこれも綺麗に整地。工事中ご不便おかけしますが何卒ご容赦くださいませ。こんな感じでおなしゃーす。ほとんど変わりねえのに地味に工数かける、これが匠のこだわり。歯車倉庫がいっぱいで生産が止まってたので無理やり増築。時には面倒になり雑な建築でお茶を濁す、これが匠の生き方。狭いんだから仕方ないでしょ。気づいたら科学ポイントが2万溜まってたので適当に一気に暗路を置く。てかこのサイクルまで30水門すら開放してないのにびっくりだぜ。はっばー。これで再開発予定地の整地と管路の敷き直しが完了だ。
住宅街にするか悩んだけど、ここは水車を設置することにしました。でも川幅狭くて1機しか置けんな。そこは設計士の腕の見せ所、いい感じに地形を整えてなんとかするよ。大きな水車は設置するとき1マス高い土台が必要。それをダイナマイトでうまく掘って作る感じか。そうそう大体そんな感じ。サクッと一気完成させて試運転。汚水の放水で無限に流れる汚水で無事回った。反対側もこんな感じに地形をいじって左右に期待せい。動力の先が土に埋まってるからシャフトが若干面倒だ。大きな水車の建設には丸太70と板80が必要。今はこの規模くらいで限界かな？必要動力すべてを賄える出力が出るかは微妙なところだな。ここも何かに使えそうなので整地よろしく。がっつり平らな土地ができるから、なんかまとめて建設しても良さそうだ。さあエネルギー革命だ。丸太を運び込め奴隷棒業務に苦しむ仲間を救い出すのだ。あれはあれで楽しんでやってるよ。鉄の在庫が出てた。繁殖ポットの入れ替えだ中身今回は手早く入れ替えるから平気だよ。前回のは無言になるなよ。シャフトの設計はこんな感じになりそう意味なく足場で上に上げるスタイル。掘って埋没式でもよかったけどなんか見せたい気分だった。さいですか。植林場の整備、それなりにいい感じになってまいりました。森番の詰め所のビーバーの頑張りの賜物。追加で土砂で埋め。なくなりかけてた土砂の在庫復活。これでここの工事もほぼ完了だぜ。大きな水車、稼働テストだ1機あたりの出力がやや弱いが合計1800くらい、回し車6台分の出力、24匹の奴隷棒担当が解放できるぜ。まあ別の職場に転勤になるだけだけどね。設置が荒い。あ、大きな水車のシャフトの上って、足場置けないから使いにくいと思ってたけど、地形ブロックならいけるね。これなら真上にも建物建てれるな。ここに新たな公用区を建設するぞ甘露の駅も建設、これなら通勤が超楽だぜ。道をまたぐ部分はシャフトを地中に埋めてフラットに。工場建てた後だと修正が面倒だから、こういうのは先にやっとかないとな。とりあえず下にある施設と同等程度の施設をこちらに建設しましょ。こんな感じになりそう通勤距離もさほど変わらんし倉庫が遠い分不便にも見えるけん。微妙？お宝池が溢れたのを思い出し、川の真上に放水する排水路の建設を開始。いろんなところで同時工事。駅が完成し高速で作業を進めるビーバーを見て、水車建設前に作ってあげればよかったなと若干の後悔。後の祭り。工業区移転後は下の工場を潰すからシャフトの工事はいいやと考えてたけど、結局完成が待ちきれず下まで繋がるシャフトを先に作らせることにしたのず。ぐだぐだ。シャフトが繋がり重力バッテリーさんが本気モード。ぐいぐい上がっていくバッテリーにレイムさんも思わずにっこり。いのーちの水。水切れを起こすことなく無事17日の干ばつを生還。回し車担当を減らしたけど上の工業区も徐々に動き出し動力が足りぬ。すまぬ数名戻ってきてくれ熟練の奴隷棒担当復職。でも少しは減らせるので上の回し車撤去。使用期間短かったな。新工業区完成したけど下の方が便利そうなので歯車の生産を調整中。板を加工して全部歯車にされても困る。ああ、土壌汚染はどうなった？染み出てない模様。灌漑防壁って普段使わないから使い慣れてないけど、無事観光できて一安心。工業区のビーバーが手すきになって、お宝池排水路の工事が進んできてるね。なるべく工数少なく排水問題を解決できるといいな。橋や突出部のアンロックを忘れておった。おい。でも発明家の頑張りでポイントあるので一気に解放。おかげで残りはポイントの重い、創意工夫への賛美とワンダーくらいになりました。ボット関連は解放しないからこれが終われば発明家たちもお役御免だ。新工業区、完成だいや数日前に完成してただろ。いい感じの景色の撮影を忘れてただけだいちいち叫ぶな、情緒不安定かよ。水不足に備えお宝池のポンプを整備。繁殖ポットも交換したし少しビーバー増えてきたな。そんなわけでタンクも中から第2リプレイス。今のビーバー数なら大きなタンク一つで7日分くらいの貯水かな。くっせー汚水の川の上の泥風呂。もっといいところに建ててやれよ。建ててから気づいてなんか申し訳ない気持ちであります。逆切れの匠もこれには思わず平謝り。夜中にこっそりシャフトをぶった切って、管路の延長工事を指示。葉っぱで平坦化してたとこか、こっちには何を建てるのやら。
夜なべして設計しました。これが倉庫分だー。3段に積まれた資材置き場、手前側が大きな倉庫になっております。倉庫の予定はこんな感じ。資材置き場が丸太と板と加工板、倉庫が歯車と爆薬と松屋に、ここなら工場から近くて良さそうだ。でも丸太の生産地が麻薬で遠い。微妙。などと新たな工事が始まりつつも植林地の整備がやっと完了。丸太の在庫が少ない、成長が待ち遠しいぜ。怪我したビーバー14匹。医療ベッドの空きがなくなりそうだ。追加のベッド用意しなきゃ。でここで干ばつ15日が到来。貯水量は問題なし、開発に専念できそうだ。発明中に失礼しまーす。めっちゃ仕事の邪魔してそう。お宝池の排水工事のつもりだったけどここも平らになったね。研究が終わったらここも再開発してもいいかもな。それじゃ今のうちから平坦化作業を進めとこっと。発明家たちの騒音被害は続く。そういえばのうちの拡張工事もしてたんだった。くるみサイズのビーバーの複数同時作業をすると何かを忘れてしまう悲しい定め。天然地形の水路を使おうと思ったけど、3マス幅で綺麗に作り直すことにしました。ビーバー界隈では3マス幅が水の蒸発が少ないとされております。新興用区の鉄鋼用で使う倉庫がなかったので駅の裏に資材置き場建設。スクラップをここまで運ぶの地味に大変そうだ。私の丸太が水車や倉庫と一気に建てすぎが原因かな？仕方ない、遠く離れた野生の木でなんとかしのぐぞ。そうだ、土砂使えなかった時に丸太で作った堤防、これを解体して丸太を確保だ。他も作り直せばまとまった丸太が確保できそうだ。夜中にこっそり建設作業員増員。少し増えたビーバー、170匹を超えた。やっはー、お騒がせします。手前のダイナマイト爆破忘れてるぞ。それは水路予定のやつだから、漏れないように池の水位が下がってからやるよ。さいですか。見た目が気に入らねえから崩落させろー。美しい天然地形の汚水の滝、霊夢によって直角にされるの巻。突出してた部分が消えてこれですっきり。倉庫分、完成だー。駅からも近いから建設作業員が効率よく資材を運搬できるかな？まあ資材不足ですっかすかだけどね。旧倉庫も整理が必要だ。農地拡張工事は水路を塞いでる瓦礫の撤去開始。あと少しで緑地化だな。飢饉の時活躍した放水場、さらばだー。川の注水が自動化されて無用になってたのに、意味なく稼働してたやや残念な存在。はっはー。あれ？ちょっと待て、これ水位なんか深くないか？水位を見誤った。仕方ない、これは埋めてごまかそう。すまんビーバー、掘ってくれたけどやっぱここは埋めてくれ。意図かなし。反省し地形を調査してたら、この川水位置しか自動で注水されてない模様。問題はないが緑地面積が少し狭まってそう。原因は清水弁の高さ不足なので、清水弁を追加する工事をするぞ。でもいきなり撤去すると貯水池の水が流れ込むので、堤防で塞いで未然に防止。こういうとこは意外としっかりやってるのな。で事故らないように注意しつつ堤防を撤去。ここの清水弁を2段にすれば水位にまで自動で注水設定ができるぜ。さあビーバーたちよ、清水弁を設置したら穴を塞げー。開いた穴から農地が見える普段あまり目にしない光景。無事清水弁の改修工事が完了。てか最初から2段で作っとけよ。さあせーん。はっはー。お宝池の水位が下がり排水路の工事が再開。この先端部分に穴が開いてて、下の川の中央に流れる予定。ついでに土砂を使って池の水位を1上げる工事も開始。これは工数少なくて済むからサクッと終わりそうだ。排水溝部分に水門をつけて水位を調整予定。水路が細いから溢れないかだけちょっと心配だぜ。こんな感じになりそうろー。お宝池、バージョン2。水源一つで水量こそ少ないけどここは使い勝手いいからもっと整備してもいいかもね。だな。よっしゃー、やっと奥が成長したぞー。これで工場をフル稼働しても丸太不足にならなそうだ。追加の木こりを派遣せよ、伐採開始だ。で農地拡張の工事だけどここ埋めて、まとまったマングローブエリアにするのはどうだろう？マングローブは育てられる場所が限られてるから、作れるなら作りたいな。高級品マングローブのために、がっつり工事をするぞー。上流の水路も3マス幅にする、突出部を使って測量して綺麗に緑地も確保するぞ。適当工事の建築の匠が真面目に測量してる。前から気にしてたけど見ないふりしてた、収穫物を運ぶための管路も敷設。山越えルートで新鮮食材を家までお届け。
そして川の埋め立てでさっき回収した清水弁まで来て気づく、水位見誤ったなと。真面目にやってもガバガバ設計、これがうちの霊夢さんだ。とりあえず、こんな感じで工事よろ。貯水池の水位より1高くなって、これじゃ貯水が1マス分排水できなくなるぜ。まあ後で考えるよ。適当だな。丸太木を回避してくれた天然木伐採終了。このマップの天然の木がなくなる日は近そうだ。あとはこの上にちょろっと生えてるのだけかな。土砂での再建設が終わったので堤防を解体。丸太300本くらいゲット。池の底下げ工事ついでに初期から使ってたポンプを解体。長期干ばつに備えて地味な改修工事もやっとかんとな。枯れかけのお宝、池汚染されちょる。こやなんとかせんといかんばい。汚水ポンプで汲み取るかもよ。いのー、ちの水。お宝池が枯れかけ貯水池も枯れてた模様。意外と危なかった？もう少し貯水強化した方がいいかもしれんな。では新たな問題点が出てきたところで進行用区に回る水車を眺めながら今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。水車のパワーで奴隷棒から解放されつつあるビーバー、生産効率が上がった彼らは一体次に何を作るのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。またねー。